組用のホイップ。ホイップ立てます。はい。これです。仕上げます。はい。これはシゴのレアチーズケーキです。ケーキのデザインは店長さんが考えられてるんですか？はい、私が考えてます。デザインを考える時のこだわりとかポイントはありますか？月ごとにコンセプトがあるので、2月だとバレンタインみたいなで、ハートとかピンク多めのちょっと可愛い感じにして、ちょっと味も美味しくなるように改良こだわりました。栄養士なんですけど。栄養士さんなんですね。なんでこのカフェの道に？趣味でカフェ巡るのがめっちゃ好きで、はい。栄養士の学校出たんですけど、カフェの道をちょっと諦められなくて、オープニングで募集してたので、一からちょっとやってみて、今めっちゃすごいいい人生経験になってます。これにオプションでクッキーとかつけれるんですけど、はい、めっちゃ可愛くなります。へーとにかく可愛く。めっちゃ可愛いです。一応分かれてるんですけど、はい。注文することはできて、どの時間でも。あ、そうなんですね。はい。で、もうカフェも夜カフェで利用することもできるので、雰囲気が変わるんですよ、照明で。はい。店内の。だから夜カフェも結構人気です。お今回は、バレンタインだけどヨーロピアンなバレンタインちょっとイメージして店内ちょっと装飾を集めたんですよ。だから、ちょっと、こういうオブジェクトだったりとか上品さのある可愛すぎないバレンタインみたいなイメージで装飾の仕方をちょっと結構いろんな店舗さんとか見ながら勉強してたりとかはして、それをちょっと店長とも共有してもらいですね。はい。一番お気に入りの場所とかありますか？どこも妥協しないでやるっていうのがあれで、はい。どの席も誰が座って誰が撮っても映える写真、そのこういうカフェ来たよっていう写真が撮れるような配置にはしてるので、どの席も一応おすすめではあるんですけど、やっぱりこの席とかは結構いつもこだわりが強かったりします。この席だと個室の席、こっちの席とかは推し活だったりとか装飾とかも若干下げてるんですよ。この座って写真撮って入るように、大量に買ったからな。うちのお店看板がウサギと猫なんですよ。なんで基本的にウサちゃんとかを残してます。動物系の価値が結構店内多くて。次の席ご利用お願いいたします。了解です。
レンタインカフェ。苦手なんです。オーナーさんもともとモデルさんされてたんですよね。あ、そうなんです。もともと美人百科っていうちょっと雑誌の読者モデルをさせてもらってたんですよ。読者モデルになる前からカフェを出したくて、まずカフェ巡りから始めたんですよ、私。今だともう大体300店舗くらい回っていろんなカフェ見てきたんですけど、まあでも当時まだね、回り始めたばっかだったので、いろんなカフェを見て、でまあインスタとかリールはじめ投稿してたんです。全然その動画技術とかもあまり上手じゃなかったんですけど、美人百科コンセプトが可愛く、力強く、そして品よくっていうコンセプト、働く女性向けの雑誌なんですね。で、私自体結構その自分で動いていきたいタイプだから、その読者モデルさんとかって SNS で発信していくことがすごく多かったんです。で、そのセンスの部分をすごく美人作家の雑誌を見て磨いたのはありました。モデルになって、で、まあ、その自分がその経営するカフェ、まあ、女性向けの雑誌なんで、まあ、女性とかにね楽しんでもらいたいなとか、それでもらったのもあるんですけど、まあ、その志望動機の一つでありますね。まあ、新作のメニューだったりとかの、まあ、一緒に、ね、協力できるとこ私の方も提案したりとか、先行的に出てこいとかは結構アンテナ張ってやってます。流行りに敏感になれたのもその読者モデルになったから敏感になれた部分であるのかなっていうのはありますね。そうアットホームで日々のね疲れだったりとかだからいろいろあると思うんですけど、この空間で癒されて来てよかったなって帰ってもらいたいなっていう思いを込めて装飾から商品から全部やってます。だからカルトンの土台を作ります。角に切ったバター、菓子作りはもう独学ですか？完全独学です。タルト生地はちょっとサクサク感出すために粉類でアーモンドプードルをちょっと多めに混ぜてるの。生地を伸ばす前に型に油を塗ってちょっと外しやすくする作業に入ります。独学はどうやって勉強したんですか？お菓子作るのが好きで、は家とか実家とかでよく作ってたんですけど、やってみるい。やってみてって。昔なんかものとか初めて作るものは YouTube とか見て勉強してます。
自家製で作ってます。見た目だけじゃなくて味まで美味しいものを作りたいので、自家製で作ることでそこの調整とかができるので。作ってるのは店長さん一人ですか？大元のレシピははい。私が考えて、で従業員のみんなに共有して作ってもらってます。これはどういう意味があるんですか？はい。タルトストーンを置いて、ちょっとタルト生地が膨らまないように押さえつけます。それでみんなで試作をねすごいしてたんだよね。オープン前に味だったりとか、お皿とかもどういう皿使うかとか、当時まだ店舗できる前だから、はい。全部レシピだったりとか味の調整とかね。懐かしい。こちらマシュマロポッカーンのお客様に巻いてますね。可愛い写真撮れました。はい。めっちゃ美味しかったです。絶対っぽくて本当に良かったね。ゆるいのとはい。硬いので、絞る用とドリンク用みたいなので分けてます。ボロネーゼボロネーゼ。作ります。はい。こちらナスとボロネーゼのパスタになります。これはチキンのソースです。米粉を使うことでとろみつけるのにもいいんですけど、そのアレルギーも食べれるので。
いかがでしたか？美味しかったです。めっちゃ可愛かったです。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。これはカポナータって言ってカポナータ野菜をトマトで煮込んでる料理です。3種のブリスケットになります。ワイン特有のちょっと薬っぽい匂いだったりとかあるんですけど、それが全くしない純ワインですね。ちょっとワインね押してるよね。はい。だから甘さってすごい控えめなんですよ。ワインとも合わせられるようなテイストになってるので、ぜひ。あんまり喋るの下手で。ごめんなさい。技術的に向上したいのもあるんですけど、去年までは不安がめっちゃ大きくて、作るので精一杯、お店を回すのが精一杯みたいな感じだったので、今年からはお客さん一人一人の表情とかを見て、全員が笑顔になって帰ってもらえるような、美味しいとか可愛いとか、そういう声であふれるお店、店長として盛り上げていきたいなって思ってます。